こんにちは。今回は魔人創造伝渡るに登場する龍神丸を改造していきたいと思います。まずは龍神丸の肩についている龍のパーツの後はめ加工を行います。はじめにガンダムマーカーを使用してパーツの内側にあるジョイントに印をつけます。印をつけることができたらつけた目印部分にニッパーを使用して切れ込みを入れます。切れ込みを入れた後は彫刻刀を使用して切れ込みを入れた部分のプラスチックを取り除きジョイントの形を整えます。この作業を反対側のパーツにもう一度行います。ジョイントに適当な穴を開けることができたら龍の下顎が後からはまるようになります。続いて龍の歯を鋭く加工したいと思います。このパーツは刃の噛み合わせが決まっているので裏板を貼って先端を尖らせる方法ではなくデザインナイフを使用して刃の先端が鋭くなるように削り込んでいきます。デザインナイフを使用してある程度刃を鋭くすることができたら紙やすりを使用して荒れた刃のパーツをきれいに磨いていきます。パーツをきれいに磨くことができたらシャープ化作業は終了です。続いて合わせ目消しを行います。合わせ目消しに使用するのはクレオスの流し込み接着剤。この接着剤を合わせ目部分にたっぷり流し込み少々時間を置いた後にパーツを圧着していきます。今回の龍神丸は合わせ目部分に若干モールドが入っているのか流し込み接着剤だけではきれいに合わせ目が消えませんでした。接着剤が乾燥したら彫刻刀を使用して合わせ目からはみ出たプラスチックを取り除きます。この時に切れ切って居合わせ目を少し掘っておきます。合わせ目からはみ出たプラスチックを取り除いたら瞬間接着剤を合わせ目に塗布していきます。接着剤が乾燥したらデザインナイフを使用してパーツにカンナ掛けをします。この作業で大まかに瞬間接着剤を取り除きます。カンナ掛けが終了したらパーツにヤスリ掛けを行い合わせ目部分をきれいに整えたら合わせ目消しの作業は完了です。続いて龍神丸の背中に開いている穴を塞ぎます。この穴はミキシングに使うものらしいのですが私はやらないので塞いでしまいます。背中の穴は 3mm ランナーを使用して塞ぎます。穴にランナーを差し込みニッパーを使用してランナーをカットします。ランナーを差し込むことができたらランナーを差し込んだ穴に瞬間接着剤を持っていきます。接着剤が乾燥したらヤスリ掛けを行い背中がフラットになるように削っていきます。背中がきれいな平面になったら穴埋め作業は完了です。最後に足部の改造を行います。
まずは爪の跡はめ加工を行います。この加工は簡単で、パーツについているピンを切れば作業終了です。続いて爪の肉抜き穴を処理していきます。まずは肉抜き穴にアルミホイルを詰めていきます。アルミホイルを詰めることができたら、エポキシパテをパーツに持っていきます。エポキシパテが乾燥したら、デザインナイフを使用して大まかにパテを削っていきます。デザインナイフを使用してある程度パテを削ったら、リューターを使用して一気にパテの形を整えていきます。リューターでパテを削り終わったら、ヤスリかけを行い、荒れたパテの表面をきれいに整えていきます。パテの表面がきれいになったら肉抜き穴処理は完了です。続いて足裏にある隙間を埋めたいと思います。まずはパーツの内側にカンナ掛けを行いエッジを落としていきます。エッジを落とせたら、作業中にパーツが取れないように、通常のプラモデル用接着剤でパーツを接着します。パーツを接着したら、足裏の隙間に瞬間接着剤を持っていきます。接着剤が乾燥したらリューターを使用して、乾燥した接着剤を一気に削っていきます。リューターを使用して接着剤を削り終わったら、紙やすりを使用してパーツ全体を磨いていきます。パーツがきれいになったら龍神丸に行うすべての作業は終了になります。それでは今回はここまで。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回以降も龍神丸の作業動画を投稿していくので、チャンネル登録をして続きの動画をお待ちいただけると幸いです。では、さようなら。Are you listening?